宇宙の常識を打ち砕く天体が発見されました。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が初期宇宙で捉えた謎の天体。私たちが描いてきた宇宙の歴史を根底から揺さぶります。通常の理論ではありえない。誕生間もないはずの宇宙に、すでに巨大で明るい天体が存在していたのです。その衝撃はあまりにも大きい。今、人類はかつてない問いに直面しています。この天体は一体何者なのか？私たちが信じてきた宇宙の歴史はどこから間違っていたのか？今回は宇宙の常識を打ち砕く前例のない天体に迫る冒険へ皆様をお連れいたします。宇宙の始まりに近い光と闇がせめぎ合う場所。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡はそこで思いもよらぬ天体を発見しました。小さいけれど異様に明るい赤い輝き。天文学者たちはそれをリトルレッドドッツ、小さな赤い点と呼ぶようになります。この可憐な光の正体は宇宙の常識を揺るがす矛盾した天体でした。宇宙誕生間もない頃、その時代の銀河は未熟で暗く小さいと考えられてきました。しかし、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えた赤い点はあまりにも明るく、あまりにも巨大だったのです。この衝撃の発見に研究者たちはこう呼びました。ユニバースブレーカーズ、宇宙を打ち壊すもの。赤方変異の高い赤い点は宇宙が誕生してから数億年という極めて初期の姿を映しています。驚くべきことに、そこに映る天体は成熟した銀河や巨大なブラックホールを思わせるほどの明るさと質量を持っていたのです。なぜこれほど早く成長できたのか。従来の宇宙進化モデルではこのスピードを説明できません。星々がゆっくりと誕生し、銀河が合体を繰り返して大きくなる。そんな教科書的な理論はジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測によって根底から覆されました。もしかすると、そこには未知の成長メカニズムが隠されているのではないか。こうして天文学者たちは、ある新しい仮説にたどり着きます。ブラックホールスター。宇宙の初期に存在した星でもあり、ブラックホールでもある前例のない天体でした。ブラックホールスターは中心にブラックホールを抱き、その周囲を灼熱のガスが包む光る怪物です。通常の恒星は核融合で輝きますが、ブラックホールスターの光源はブラックホール自体。周囲の物質が猛烈な勢いで吸い込まれ、膠着円盤を形成。摩擦と重力で高温化した物質が紫外線や X 線の閃光を放ちます。やがてこの放射は外層のガスを加熱し、赤く光る殻を生み出します。その姿こそ
ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えた小さな赤い点の正体かもしれません。この仕組みの本質は成長スピードにあります。通常、ブラックホールの成長にはエディントン限界と呼ばれる速度の壁がありますが、熱いガスの改革が光を閉じ込めることで、その制限を突破。ブラックホールは通常の数倍、数十倍もの速さで質量を増やすことができるのです。このプロセスこそ、初期宇宙における巨大ブラックホールの誕生を説明する有力な鍵。ブラックホールスターは宇宙の進化を極端に早めた成長ブースターだったのかもしれません。私たちの宇宙論は観測の限界によって形作られてきました。ハッブル宇宙望遠鏡が映し出した世界はすでに秩序を帯びた宇宙。そのデータをもとに宇宙はゆっくりと進化するという物語を描いてきたのです。しかし、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡はその壁を打ち破りました。誕生から間もない宇宙が想像を絶するスピードで成長し、すでに巨大構造を築いていたという現実。静かな夜明けではなく爆発的な黎明。それがジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が明らかにした真の宇宙の夜明けでした。この発見は一つの理論を修正するだけの話にはとどまりません。宇宙を理解しているという前提自体を揺るがすのです。未知の物理法則、想像を超えた進化の道筋。宇宙は私たちの想像よりもずっと早く、ずっと激しく成長していた。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が照らす光の先には、新たな宇宙の真実が眠っていることでしょう。私たちは今、小さな赤い点という謎めいた天体を通して、宇宙の最も深い秘密に触れようとしています。これまで築き上げてきた宇宙の歴史の教科書が、実はまだ序章に過ぎなかったという現実を突きつけてきます。宇宙の夜明けは、私たちが思い描いていたよりも、はるかに早く、激しく、そして奇妙な姿で訪れていたのかもしれません。究極の答えは、光の中にあります。星々やガスの密度、化学組成、温度を記録した何十億年もの旅を経て届いたメッセージ。天文学者たちはその光を読み解くことで問いに挑み続けています。宇宙の根本的な理解を覆す可能性を秘めた未来への光。次なる大発見はすぐそこまで迫っています。人類の探求の旅は終わりなき驚きとともにこれからも続いていくのです。今回の冒険はここまで。また次の冒険でお会いしましょう。